夜中の2時に、ベッドの中でスマホの画面をスクロールして。はい、ありますね。不動産サイトを眺めるやつですよね。そうなんです。リスナーのあなたもおそらくやっているんじゃないでしょうか。美しいキッチンの写真とか、完璧な芝生の庭を眺めるのって、なんかすごく楽しいじゃないですか。ええ、夢が膨らみますからね。でも、その美しい写真と、実際に家を買うという現実の間にはものすごく深くて暗い情報のギャップがあるんですよ。ですよね。なので、今回の徹底分析では、そのギャップを埋めていきたいと思います。今日、私たちの机の上には、ジローなどの不動産プラットフォームが提供する膨大な資料の束があります。はい。市場調査データとか、ローンの複雑な仕組み、税金についてですね。ええ。それに、100を超える専門用語集とか、さらには、購入者たちの生々しい失敗例まで、本当にいろいろな情報が網羅されています。本当に、不動産市場ってわざと複雑にしてるんじゃないかって錯覚するくらい不透明な泥水みたいな世界ですからね。全くです。だからこそ、今日の私たちのミッションは、その泥水をきれいにろ過することです。専門用語の裏にある本当の意味とか、絶対にこうすべきって言われている業界の神話を解体していきます。そうですね。家を買うにしても、今のまま賃貸を続けるにしても、リスナーのあなたがデータに基づいた賢明な選択ができるように、最も強力な知見を抽出していきましょう。では、まず、部屋の中の像というか、誰もが一番気になっている最大の疑問から片付けましょうか。今家を買うべきなのかどうかという根本的な問いですね。そうです。現在の金利とか、異常な物件価格の高騰を見ると、全米の主要都市のほとんどで、毎月の支払い額だけなら賃貸の方が圧倒的に安いっていうデータが出ていますよね。ええ、はっきりと出ていますね。月々のキャッシュフローが赤字になるなら、そもそも今家を買うっていう選択肢自体が間違っているんじゃないですか？毎月の銀行口座からの引き落とし額だけを見れば、おっしゃる通り賃貸に軍配が上がります。ただ、不動産購入の最大のメカニズムってそこじゃないんですよ。と言いますと、強制的な貯蓄によるエクイティ、つまり純資産の構築ですね。毎月のローンの支払いは、ただ消えていく経費ではなくて、自分の資産という貯金箱にお金を移し替えている行為なんです。なるほど。大家さんの貯金箱じゃなくて、自分の貯金箱に入れるわけですね。その通りです。データによれば、購入時の諸費用や維持費を相殺して、資産価値の上昇とローン元本の返済によって、賃貸よりも経済的にプラスに転じる損益分岐点というのがあります。それって大体どれくらいなんですか？一般的に約5年とされていますね。5年ですか。ちょっとここを整理してみましょう。つまり、ホテルのスイートルームに1週間滞在するなら、当然1泊ずつ料金を払う賃貸が正解ですよね。ええ、数日なら買う意味はないですから。でも、もしそのホテルに5年以上住むつもりなら、莫大な初期費用とかローンを背負ってでも、もうホテルそのものを買っちゃう方が、最終的に手元に資産が残るから得になるという計算ですね。完璧なアナロジーです。ただ問題は、みんな最初の家から一生住む完璧なホテルを買おうとするから身動きが取れなくなるんですよ。いきなり5つ星ホテルを狙っちゃうわけだ。そうなんです。資料の中でも、最初の家であるスターターホームと、10年以上住むフォーエバーホームの戦略は明確に区別されています。どう違うんですか？ 3年から7年住む前提で、少し手狭でも予算内のスターターホームを買うんです。そこで築いたエクイティを元手にして、次のステップで理想の家にアップグレードしていく。これが今の市場で一番現実的なルートです。なるほど。でも、その最初のステップを踏み出すための最大の障壁がありますよね。頭金は件価格の 20% 必要であるっていう鉄の掟みたいなやつ。出ましたね。50万ドルの家なら10万ドルの現金ですよ。
これを用意できなくて、ほとんどの人が最初からゲームを降りている気がするんですが。今回の資料の束の中で、私たちが最も強調して解体すべきなのが、まさにその 20% の神話なんです。神話なんですか？みんな信じてますよ。完全に時代遅れですね。歴史的に見れば、銀行が貸し倒れリスクを減らすために 20% を求めた時代もありました。でも現代の金融システムでは違います。じゃあ実際のデータだとどうなってるんですか？初めて家を買う人の多くは、たった 3% から 5% の頭金で購入しているんですよ。たった 3%？ はい。FHA ローンと呼ばれる連邦住宅局のローンを使えば 3.5% ですし、退役軍人向けの VA ローンとか、特定の農村部向けの USDA ローンなら、農村部向けなら頭金 0% という選択肢も存在するんです。ゼロですか？いやでもちょっと待ってください。もし私が必死に貯金をして手元に 20% の現金を確保していたとしますよね。はい、素晴らしい貯金欲ですね。常識的に考えれば月々の支払いや金利の負担を少しでも減らすためにその現金を全額頭金に突っ込むべきじゃないですか。なぜそれを引き止めるんですか？手元にあるすぐに動かせる現金をすべて家の壁や床に変えてしまうことの恐ろしさを考えてみてください。家を購入した直後にはほぼ確実に予期せぬトラブルが発生するんですよ。ああ、なるほど。屋根の雨漏りとか。ええ、給湯器の故障とか基礎のひび割れとかですね。現金をすべて頭金に注ぎ込んでしまって緊急時の修繕費や生活防衛資金がゼロになってしまう状態をハウスプアと呼びます。ハウスプア。家は立派だけど財布は空っぽみたいな。その通りです。月々の支払いが数百ドル安くなったとしても突然の1万ドルの修理費が払えずにクレジットカードの借金地獄に陥る。これこそがデータが警告する最大のリスクなんですよ。なるほど。資金を嫌に縛り付けることでリスクに対する防御力がゼロになっちゃうわけですね。非常に危険です。手元に現金を残す重要性はすごくよくわかりました。でもそもそもその 3% とか 5% の頭金すら用意できない場合はどうすればいいんですか？そこで出てくるのがソースの中にある DPA というプログラムです。見慣れないアルファベットが出てきましたね。DPA って何ですか？頭金援助プログラム、ダウンペイメントアシスタンスの略ですね。これは国や州、自治体が提供している資金援助なんです。資金援助ってことはお金をもらえるんですか？はい。条件を満たせば返済不要の助成金になったり、一定期間住み続ければ免除されるローンとして受け取ることができるんですよ。そんなのあるんですね。さらに興味深いのは、このプログラムの多くが初回購入者を対象としている点です。初回購入者っていうことは文字通り人生で一度も家を買ったことがない人だけが使える特権ですよね。そこが制度の面白いところであり、多くの人が見落としている事実なんですよ。このプログラムにおける初回購入者の法的定義は、過去3年間、主要な居住用不動産を所有していないことなんです。過去3年間？つまり以前に家を持っていたとしても売却して過去3年間アパートで賃貸暮らしをしていれば再び初回購入者として助成金をもらえる可能性があるということです。なんだか裏技みたいですね。じゃあ例えば配偶者が過去に家を持っていたとしても自分の名前が権利書に載っていなければ自分自身は初回購入者の枠で申請できる抜け道や正当なルールがあるわけです。それはすごい情報ですね。知っているかいないかで全然違う。そして資金面に関してもう一つ市場の裏技とも呼べる強力なツールがあるんです。それがアサマブルローン、引き継ぎ可能なローンです。それ。ソースを読んでいて私が一番驚いた部分です。前の持ち主、つまり売り手が数年前に組んだ金利 2% や 3% という超低金利のローンを買い手である自分がそのまま引き継げれるんですよね。その通りです。今の金利が 7% 前後だとするととんでもない節約になりますからね。ここからが本当に面白いところなんだけど、他人の超低金利ローンを引き継げるなんて、なんかポケットに100ドル札が入ったままのヴィンテージのコートを安く買うみたいな話ですよね。面白い例えですね。あるいは誰かが数年前に契約した格安のネットフリックスのアカウントを当時の料金のまま引き継ぐような。でもそんな魔法みたいな話、絶対に裏がありますよね。もちろん魔法ではありません。メカニズムを正確に理解する必要があります。売り手のローン金利や残高をそのまま引き継げるのは事実なんですが、
売り手がその家を所有していた期間に築き上げたエクイティについてはどうなると思いますか？エクイティ、つまり資産価値の増加分ですね。ええ。その増加分は買い手が現金あるいは別のローンで一括して売り手に支払わなければならないんです。なるほど。じゃあ例えば、売り手が50万ドルの家を売りに出していて、引き継げる低金利ローンの残高が30万ドルだった場合、はい。差額の20万ドルは買い手が自力で用意して売り手に払わないといけないわけだ。その通りです。ですから、アサマブルローンは月々の支払いを劇的に下げる強力な武器なんですが、多額の現金、あるいは金利の高いセカンドモーゲージを組み合わせる力が必要になるんです。単純に低金利の恩恵だけをタダで受け取れるわけじゃないんですね。結局のところ全ては計算式ってことか。ええ、数学の問題です。計算といえば、自分が買える家の予算の出し方について聞きたいんですが、多くの人はゼロに載っているリスト価格を見て、50万ドルなら買える、60万ドルなら無理って判断しますよね。リスト価格だけで判断するのは、氷山の一角だけを見て船を進めるようなものですよ。非常に危険です。氷山の一角ですか。実際に毎月あなたの銀行口座から出ていくのは、ローンの元本と金利だけじゃないんです。固定資産税、住宅保険料、そして水害エリアであれば高額な追加保険料がかかります。それにコンドミニアムなら、毎月の HOA、つまり管理費も重くのしかかってきますよね。ええ。これらすべてを合算した PITI、元本、金利、税金、保険という指標で考えなければなりません。PITI ですね。実際、物件価格が同じでも、税率の高いエリアとか、ハリケーンのリスクで保険料が高騰している地域だと、月々の支払いが500ドル以上変わることもありますからね。その通りです。そこで、ジローが提供しているバイアビリティのような機能が役立ちます。そのツールソースにありましたね。自分の車のローンとか学生ローンの負債額、リアルタイムの金利を入力して、自分が毎月破産せずに払えるリアルな上限額から買える家の価格を逆算するやつですね。ええ。リスト価格から考えるんじゃなくて、自分のキャッシュフローという足元から計算をスタートさせることが、ハウスプアを防ぐ最大の防御策なんです。いやー、予算のリアルな実態がつかめてきました。では次は、市場での立ち回り方に踏み込みましょうか。資金の準備ができても、いつ、どんな物件にオファーを出すかで、その資金の価値は全く変わってきますよね。タイミングは非常に重要です。不動産市場には季節による明確な波がありますから。いつがいいんですか？一般的に春、特に4月から5月にかけては、新しい物件が市場に最も多く溢れる時期です。選択肢は一番多いですね。春は話題の超大作映画の公開日みたいで楽しそうですね。でも激混みですよ。買い手の競争もピークに達するので、価格交渉の余地はほとんどなくて、リスト価格より高く売れるケースが頻発します。じゃあ春は避けた方がいいと。お得に買うならいつですか？もし戦略的に価格引き下げを狙うなら、データが示す最適なタイミングは8月、夏の終わりです。なぜ8月なんですか？秋や冬の方が市場が冷え込んでいそうですが。春から強気の価格で売りに出したものの、数ヶ月経っても買い手がつかなかった売り手たちが焦り始めるのが8月なんですよ。なるほど。新学期が始まる前とか、秋の新しい市場サイクルに入る前に、なんとか売り切りたいと思うんです。その心理的な疲労が価格に反映されるんですね。売り手の心理的な疲労。これは交渉において最大のレバレッジになりますね。割引されるレイトショーみたいなものだ。季節に関係なく、今すぐ掘り出し物を見つける裏技ってソースにありましたっけ？いくつか明確なデータがあります。まず、物件が市場に出てからの日数ですね。日数ですか？市場に出てから15日が経過した時点が一つの節目です。多くの不動産アルゴリズムがその物件を動きが鈍いと認識し始めて、売り手は最初の不安を感じます。15日で不安になるんですね。データ上、ここでは 2% から 3% の値下げ交渉が現実的になります。そして30日が経過すると、売り手の不安は焦りへと変わります。30日。この時点だと 5% から 10% の大幅な交渉が可能になるケースが増加するんですよ。でも多くの買い手は30日も売れ残っている物件を見ると、きっと土台が腐っているとか、致命的な欠陥があるに違いないって思い込んで避けちゃいますよね。そこが狙い目なんです。実は単に最初の価格設定が強気すぎただけ、あるいは掲載されている写真が絶望的に暗かっただけというケースも多いんですよ。なるほど。写真が下手なだけで30日残って、結果的に 10% 安く買えるかもしれないと。そこに価値を見出すのが賢い買い手です。同じように狙い目なのが、
コンティンジェント、つまり条件付き契約中の物件です。契約中ってことはもう売れちゃったんじゃないですか？すでに他の買い手と契約が進んでいる状態なんですが、実はローンの本審査に落ちたり、現在の自宅が売れなかったりして、契約が白紙に戻ることは決して珍しくないんです。なるほど。じゃあ、そこでバックアップのオファーを入れておくと。ええ。先行契約が崩れて絶望の淵にいる売り手に対して、即座に確実な解決策を提示できる立場になれるんです。売り手が一番パニックになっている瞬間に、私がここにいますよと手を挙げるわけですね。なんだかスナイパーみたいでかっこいいですね。物件の状態についてはどうですか？ピカピカの物件か、ボロボロの家を安く買って直すか。その両極端は避けるべきです。ピカピカのターンキー物件、つまり即入居可の家は競争が激しくてプレミアム価格が上乗せされています。じゃあボロボロの家は？基礎からやり直すような極端なリノベ物件はプロの投資家でない限り予算オーバーという名の底なし沼に沈みますね。底なし沼は嫌ですね。じゃあデータが推奨するスイートスポットはどこなんですか？コスメティックフィクサー、つまり見た目だけの修理物件です。見た目だけ。構造とか配管、屋根みたいな骨格はしっかりしているけれど、壁の色がひどかったり、カーペットが古くて犬の匂いがしたりするだけの家ってことですか？まさにそれです。ペンキと掃除だけで価値が跳ね上がるんですよ。それは現実的ですね。さらに踏み込んだ戦略としてハウスハッキングというのもあります。家をハッキングする、どういうことですか？デュープレックス、いわゆる2世帯住宅などを購入して自分が一歩に住みながらもう一方を貸し出すんです。その家賃収入で自分の毎月のローンの支払いとか税金を相殺するわけですか？そうです。完全にカバーしてしまうこともある、数学的に非常に理にかなった手法ですね。家そのものに自分のローンを払わせるわけだ。賢いですね。さて、こうした戦略を駆使して戦場に出る際、買い手にはエージェントという案内人がつきます。不動産エージェントですね。しかしこのエージェントとの関係性にも最近大きなルール変更があったとソースに記載されていました。内見に行く前に契約書にサインさせられるんですよね。バイヤー契約ですね。物件を見る前に契約を結ぶことに抵抗を感じる人も多いんですが、これは買い手を守るための重要な仕組みなんですよ。どういうふうに守ってくれるんですか？エージェントがどのように報酬を受け取るのか、その金額はいくらなのかを事前に透明化する目的があるんです。つまりこれってどういうことなんだろう。エージェントの報酬って法律で固定されているわけじゃなくて、完全に交渉可能であるっていう事実を買い手側がしっかりと握った上で関係をスタートできるってことですか？その通りです。優秀なバイヤーズエージェントはただドアの鍵を開けてくれる人じゃありません。複雑な取引においてあなたの利益を守る凄腕の弁護士のような存在なんです。凄腕の弁護士。でもいくらエージェントが優秀でも人気の市場では結局全額現金オールキャッシュのオファーには絶対に勝てないんじゃないですか？投資家がキャッシュで買うよって横から現れたら絶望ですよ。これをより広い視点に結びつけて考えてみると、実はそれも神話の一つなんですよ。キャッシュが最強じゃないんですか？キャッシュが常に王様であるというのはよくある誤解です。売り手が本当に求めているのは取引の確実性とスケジュールの利便性なんです。利便性？キャッシュバイヤーって足元を見て低い価格を提示したり、自分たちの都合で強引に短い期間での決済を迫ったりすることがよくあるんですよ。なるほど。じゃあローンを組む私たちはどうやってその確実性で勝負するんですか？まず事前のローン承認、プリアプルーバルを完璧な状態にしておいて、資金が下りないという売り手の恐怖を取り除きます。はい、準備万端アピールですね。その上で手付金を多めに積んで本気度を示し、さらに決済の日程を完全に売り手の都合に合わせるんです。売り手の都合に合わせる？例えば、売り手が次の家を見つけるまで、決算後も60日間無料でこの家に住み続けていいですよというレントバックの条件を提示したりします。それは強力ですね。売り手からすれば現金のオファーよりも自分の引っ越しのストレスをゼロにしてくれるオファーの方が価値が高い場合があるわけだ。そういうことです。ソースの中にはエージェントの交渉によって売り手に$6万のソーラーパネルのローン残債を完済させた上で家を引き渡させたという驚異的な実例もありましたからね。$6万、約900万円ですよ。条件次第で交渉の余地は無限にあるってことですね。ただ一つだけ警告しておきたいことがあります。どんなに競争が激しくてどんなに魅力的なオファーを作りたい時でも絶対に放棄してはいけない権利があるんです。何ですかそれは？インスペクション、つまり住宅診断です。熱狂した市場でよく聞く検査なしで現状のまま買いますっていうカードですね。
ええ、それはジニバジラミズラから時間爆弾のスイッチを押すような行為です。検査を省いてオファーを通した結果、壁の裏にシロアリの巣があったり、基礎が傾いていたりして、入居後に数万ドルの修理費が発覚するマネーピットの事例は後を絶ちません。金食い腰ですね。表面的な勝利のために見えない構造的リスクを引き受けてはいけないと。どんなに外見が美しくても建物のレントゲン写真を撮らずに数千万円の契約書にサインしてはいけないということですね。間違いないです。さて、今回の膨大な資料の束を深掘りして見えてきたのは、家を買うという行為が単なる大きなお買い物ではないという事実です。これは自分のキャッシュフローを正確に把握して市場の心理を読み解き、エージェントという専門家を駆使して確実性を提示する極めて高度な戦略ゲームなんですね。おっしゃる通りです。多くの人が不動産に対して恐怖を抱くのは、単にそのルールの裏側を知らないからなんですよ。今日解き明かしたメカニズムやデータの読み方を知ることで、その恐怖は間違いなく自信へと変わるはずです。知識こそが最強の武器ですね。リスナーのあなたも次にゼロを開くときは今までとは全く違う解像度で物件が見えるはずです。そう願いたいですね。さて、最後に一つ、この資料には書かれていないある思考の種をあなたに共有して終わりたいと思います。思考の種ですか？はい。私たちは今日、理想のフォーエバーホーム、うちの住まいをどうやって賢く手に入れるかという前提で話を進めてきました。しかし少し視点を未来に移してみてください。ええ。気候変動による異常気象で、今は人気の海沿いや森の近くのエリアが、あと数年で保険の引き受けを拒否される地域になるリスクが急増しています。さらに、リモートワークの定着やテクノロジーの進化で、私たちが都市の近くに住まなければならないという物理的な縛りも解けつつあります。確かに過去数十年にわたって信じられてきた良い立地や一生涯住む家という概念そのものが根底から崩れ去ろうとしている過渡期に私たちはいますね。そうなんです。あなたが今血がみなになって探しているその家の条件、特定の学区、駅からの近さ、あるいは間取り、それは実は10年前の世界の常識に最適化しようとしているだけではないでしょうか。非常に考えさせられる問いですね。10年後、あるいは20年後の全く予測不能な新しい現実を見据えたとき、あなたにとって本当に価値のある家とは一体どんな形をしているのか。古い不動産の神話を手放した今こそ、あなた自身の新しい答えを探す時かもしれません。それでは次回の徹底分析でお会いしましょう。